皆様、本日は今年最後の動画になります。毎年恒例の大量の唐揚げを作っていきたいと思います。いや、本当もういつもの、私たちといえば唐揚げみたいなね、いつもの唐揚げを作っていくんだけど、今日はちょっと違います。最近ね、ハマっている、カツオの唐揚げ、カツオ節をね、まとわした唐揚げが本当に美味しくて、いつもね、作ってる唐揚げにちょっと今回は、ひと手間、ちょっとしたアレンジを加えて、カツオ節の風味もね、追加していこうかなと思います。はい、どうやっていきます。まず鶏肉はだいたい約1キロ。いつもね、4枚。鶏もも肉を4枚用意してる。で、僕たちは4枚ね、作っても結構ペロッと食べちゃうんだけど、もしね、大量に作っちゃう方、大量すぎるかなって方は、衣をまとわした状態で冷凍してくれれば、あとはね、解凍してまた揚げれば、すぐ、いつでも美味しい唐揚げができますので、大量に作っちゃった場合は、そちらで大丈夫です。まず唐揚げ用のお肉をカットしていくんだけども、僕の唐揚げはね、基本めっちゃでかいです。で、鶏もも肉をもう4等分か5等分ぐらいで大丈夫です。もうこれくらいの、でっかいサイズで。で、ちょっとこれ、結構分厚いのは少しだけ切れ目入れてあげとくと、味がね、染み込みやすくなるので。いや、大きいのは大きいのでいいということで、今回は基本的に4等分にいきます。でね、やっぱね、ちっちゃくやる方が火の通りとかはね、楽なんだけど、大きくカットしたお肉で唐揚げにするとね、すごいジューシーになるんですよ。なんで、でかくね、できる方がおすすめです。そのお弁当とかに入れるってなると、このサイズ入んないと思うんで、もうちょっと小ぶりにした方がいいと思うんだけど、家で食べるだけってなると、全然大きくて大丈夫です。では、こちらのお肉に味付けしていきます。はい。ではまずこちらのソーミシャンタン。ウェイパーとか、そういうのでも大丈夫です。ではこちらのソーミシャンタンを大さじ1杯。ソーミシャンタン。この中華の万能調味料ですね。そしたらここにチューブで大丈夫なので、ニンニク、こちら大さじ1杯。はい。じゃあ、大さじ1杯のね、たっぷりのニンニクチューブで。で、それの半分量ほどの生姜ですね。こちらもチューブでします。はい。大さじ1/2分の1ほどの生姜。もうこれでね、美味しいっていうのは決まってます。で、ここにお醤油。今回は、約1キロ分、もも肉4枚なんですけれども、それに対しては、お醤油大さじ4杯。醤油大さじ4杯に、お酒。で、これね、以前は、醤油と同量大さじ4杯入れて、それの半分量のみりん大さじ2杯だったんですけど、今回はみりんとお酒を大さじ3杯3杯にします。やっぱりね、食べ物ってね、甘みがある方がね、旨味を感じやすいなっていうのをね、しみじみと実感しましたので、ちょっとね、みりんの分量を今までより増やして、その分お酒を減らして、少し甘みを足します。はい。で、ここにお塩少々。醤油とかが入ってるね、お塩は結構少なめで大丈夫です。ソーミシャンタンとかでもね、塩気が入っているので。で、あとこちら、ブラックペッパー。で、少しちょっと香り付けのために、ごま油を大さじ1杯ほど。はい、入れたら、まずちょっとこちらで混ぜちゃいます。でね、今日は、いつもはね、これ、作り終わった後に、小麦粉と片栗粉と卵も入れて、もう衣をまとわした状態で1日ぐらいね、寝かせて、しっかり味を染み込ませて揚げてるんですけれども、今日ちょっとね、できるだけ早めに食べたくて、今日は揚げちゃおうかなと思っているので、ちょっと衣を入れる前に少しこの下味を漬け込んだ段階で、ちょっと寝かせます。そうするとね、味はね、すごい染み込みやすくなるんで、やっぱり衣の部分が入るとね、ちょっと味の浸透が遅くなっちゃうので、あともう今この季節だとね、すっごい外寒いんで、もう普通にこの常温で置いておけば十分味は染みていきます。冷蔵庫に入れなくて大丈夫。夏場とかはね、ダメなんですけど。ではこんな感じでよく混ぜ合わさったら、ちょっとこの状態でちょっと30分だけ置いときます。では、こちら下味つけて、今30分ほど漬け込みました。いいね。ちょっと一回よく混ぜてあげて、ちょっとお肉からもね、少し水分が出ると思うので、適度にいい感じになってます。もう香りがとてもいいです。はい、そしたらここに生卵3つ入れちゃいます。よいしょ。はい、生卵3つ。片栗粉と小麦粉を同量入れるんですけれども、5から7杯ぐらいなんだけど、大さじでね。まずじゃあ片栗粉大さじ5杯入れます。
片栗大さじ5と、はい、小麦粉も入れます。まず同量なんで大さじ5入れます。でね、この僕が作る唐揚げはもう衣を一緒にね、揉み込んじゃうので、途中でね、衣が剥がれるっていう心配がないんですよね。それがすごい楽です。はい。で、とりあえず、小麦粉と片栗大さじ5と卵3つ入れた状態でよく混ぜ合わせます。で、これでちょっと衣の硬さとかを見て、追加するかどうかっていうのを決めます。もうちょっとやっぱり、衣分欲しいなと思ったんで、ちょっと片栗粉と小麦粉もうちょっと足しますね。もう2杯ずつ、大さじ。で、今回はだから片栗粉と小麦粉大さじ7杯ずつですね。ちょっとね、今5杯だと少しちょっと水っぽい感じだったんで、もうちょっととろみが欲しかったんで今回は追加しました。ああ、いい感じ。ちょっとこの、なんて言うんだろう、重くなるんだよね。衣が。だいたいこんな感じですね。衣の感じも。これくらいで、OK かな。ちょっと明かりがこうか。こんな感じで衣もまとわしたら最後こちらの、これ花削りって書いてるんですけど、鰹節ですね。こちらを入れちゃいます。で、まあ量はね、ここら辺はね、ちょっと適量なんだけど、僕は、掴んで2杯ほど入れちゃいます。はい。で、たっぷり入ったくねって思うかもしれないんですけど、まあ水分含めて混ぜ込んじゃうと量が減っちゃうんで、量というか傘ですね。今こんな感じなんですけども、これでよく混ぜちゃいます。いや、そしたらマジでね、鰹節の香りが最高なんですよ。で、適度に鰹節の香る、美味しい唐揚げになります。はい、じゃあこんな感じで、全部衣もつけ終わって完成したので、あとはじゃあ揚げていきたいと思います。油の温度170度まで上げてください。では油の温度が170度まで上がったら、こちら揚げていきます。で、まあ入れるとね、ちょっと温度が下がるんですけれども、まあ160度ぐらいまでは下がるかもしれないんですけども、まあ160から170の間で約3分間まず揚げていきます。いきます。よいしょ。でね、できるだけね、たっぷりめの油で揚げてくれた方が、温度のね、変化がね、起きづらいんで、油が一気に温度が下がったりとかしづらいので、できるだけたっぷりめの油で揚げてください。僕のはね、衣は剥がれづらいんで、まあ、くっつかないようにも最初からチュッて触ってくれても大丈夫です。で、今ちょっとね、全部ずっともう、外に出してたんで、冷蔵庫の外にね、常温なんですけれども、まあ、この冬場はね、まあ、冷蔵庫で寝かすことも特にないからいいと思うんだけど、できるだけね、揚げる前には常温には戻してあげといてください。もし冷蔵庫でちょっと寝かせていたりとかした場合はね。で、今入れてもだいたい170ぐらいはキープできているので、そしたらまあちょっと温度が上がりすぎないように、火は中火ぐらいにして、しっかりめに揚げていきます。で、僕のはまあこの最初の3分プラス、他の揚げてる間に余熱で火を通していくので、それで中まで大きくてもね、しっかりと火は入るので安心してください。で、2度揚げはもうマストですね。で、2度揚げの時にね、結構しっかり色がつくんで、最初の段階ではそこまで揚げ色つかなくても大丈夫です。で、あとね、こういう風に後付けの衣じゃないとね、ほんと油が汚れないっていうのもね、すごくいいと思います。結構片栗粉とかをね、後付けしたやつを揚げたりするとね、もう片栗粉が結構ボロボロに剥がれちゃって、結構油が汚れちゃうんですけども、この唐揚げはね、そういうことはないので、安心してください。油が汚れなくてすごく助かる。いいよね。で、ちなみに、自分で唐揚げ作るんだけど、結局こうちゃんの唐揚げに戻ってきます。あ、よかった。もう一番嬉しいよね。ね、もういいよ、もういろんなところ冒険して、そして戻ってきて。じゃあ約3分揚げ終わりましたら、一旦取り出してちょっと休ませて余熱で火を通します。 OK。 はい、じゃあ一旦取り出します。まだこの状態だとね、衣そんなカリッカリじゃなくても大丈夫です。で、これで取り出して休ませてる間に中まで火を通して、あと余計なね、水分がね、表面に出てくるので、最後それを2度揚げで飛ばして、で、水分一気に飛ばしてカリッと仕上げます。じゃあ残りのも揚げていきます。ではね、今全部ね、一応1回目の揚げは終わったので、そしたらね、一番最初に揚げたやつだったらもう10分近くね、経ってるんで、
もう十分中までね、しっかり余熱で火が入ってると思いますので、そしたら油の温度180度ぐらいまで上げてください。一気にね、最後高温で、カラッと余計な水分飛ばして、衣をね、カリッとさせたいと思います。で、180度まで上がりましたら、はい、じゃあ、いきます。最初に揚げたやつですね。よいしょ。よいしょ。で、1回目の時よりね、パチパチとこの水分がね、飛ぶ音がすると思うんですけれども。で、ちょっと空気に触れさせつつ、余計な水分を飛ばします。じゃあ大体ね、約30秒ほどでいいので、取り出して、じゃあこんな感じで全部残りの唐揚げも2度揚げして、実際食べていきたいと思います。では、早速実食していきたいと思います。いただきます。まあ最初は何もつけずにそうだねノーマルで。いただきます。うーわ、もうグレードアップしちゃってる。カツオの香りがすもごいね。風味がね。中めっちゃ味染みてんね。マジね、本当に今まで食べてきた唐揚げで一番うまいと思う。あのさ、唐揚げってさ、ご飯に合うのと合わないのってあるじゃん。あるね。こうちゃんのはさ、もうご飯が鬼のように進む味付けになってんだよね。あとなんかもう衣がさ、ほんとサクサクなのにもう中が超ジューシーだからさ。うまっ。あ、いい音立てるね。もうこれかけちゃっていい？そうで、最近ね、僕たちハマってるのが、鬼おろし、ね。鬼おろしね。竹のね、おろし器でおろすんだけど、すっげえうまいんだよね、大根。うまいんだよね、やっぱ。俺も鬼おろしで食べよう。いただきます。はい。どう？もうやばい。ほんまにうまい。めっちゃくちゃあっさりだめっね。ちゃさっぱりするね。見てこの分厚さ。しかももうブリンブリンなんだよね、中が。しかもめっちゃジューシーだよ、マジで。うまい。あんまり本当にさ、鶏肉食べて意識しなかったけどさ、噛んだら肉汁が出てくるっていうのはすごいよね。うますぎる。でもやっぱこの大きさなんだよね。毎年必ず作るけどさ、毎年さ初めて作ってくれる方がいらっしゃるじゃん。もう大喜びだもん。わかる。でも本当にね、お店のやつももちろんみんな絶対買うと思うんだよ。やっぱ揚げ物って大変だからさ、でもこうちゃんのこの唐揚げ作ってもらったらマジで絶対こっちのがうまいって思うと思う。これでもマジで本当にうまい。自信を持って言えるね。美味しいです。うまいわ、マジで。いやマジでほんとこのガツンとした中に最後にさ、このカツオの風味のさが抜けるのがマジでやばいね。だから本当まあ鬼おろし食べてるのもあるしあれだけど、揚げ物なんだけどあっさりしてんだよね。でははいラスト1個。まあお腹空いてたのもあるけど、あっという間に1キロがなくなった。いただきます。
ということで、本日はですね、毎年恒例でね、こうちゃんに作ってもらってる、はい本当にね、世界一うまい唐揚げをね、今年も作っていただいたんですけども、やっぱね、本当にね、香りがね、プラスされてね、さらに美味しくなってるってのもあるんだけど、やっぱ衣がね、ほんと美味しいんですよね。サクッとしてて。で、あとやっぱりね、この中のね、このブリンとしたジューシーなね、この鶏もも肉の作り方っていうのが、本当にね、こうちゃんのね、唐揚げならではだと思うので、ぜひ皆さんね、作っていただけたらなと思います。はい。ということで、本日は、この動画で今年最後になるっていうのもあるんで、はい今年もね、1年本当にありがとうございました。ございました。はい。来年もね、マイペースに、はい動画投稿を続けていこうと思っておりますので、皆さん、よろしくお願いいたします。はいということで、本日は以上になります。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。